皆さんこんにちは。本日の DKTV は弊社の車特集です。そうなの？違いましたっけ？そうなの？今回から僕レギュラーって聞いてきたんですけど。スプーンの特集なの今回？そうっす。あれ聞いてません？あ、そう、なんかスプーンがアメリカ仕様のシビックを持ち込んだっていう話なんだけど。そうです。ハンドルこっちついてますんで。1.5 ターボでしょ？そうです。一緒です。で 1.5 ターボで何をしてやるの？これまだ実は何もしてない状態で持ってきてるんですけど、ノーマルなんですけど、昔ながらのタイプ R 的なチューニング、ボディサイズ一緒、排気量も一緒、だけどパワーはあって、ブレーキも大きいとか、車高ちょっと低いよとか、そういうなんて言うんでしょう、 EK4 と EK9 の違いみたいな、そういうシビックです。昔風のタイプ R もどきにしてきたとがメーカーがやってきたんで、ちょっと面白そうだからアメリカから持ってきちゃいました。じゃあこれちょっと乗ってみたいと思います。もう全オフになってるんで、2計測、もう2周とかそのぐらいでいいです。2周計測だね。それでお願いします。了解。雨で湿度が高いからエアコンは入れっぱなしにしておこう。暑いもんね。さあそれではアメリカ仕様のシビック USA 仕様です。 1.5 リッターターボです。タイヤがオールシーズンタイヤだからね。オールシーズンタイヤが普通についてくるんだよね。ハイグリップタイヤだとなんかプラス10万円ぐらいみたいよ。グリップレベルが低いね。グリップレベルは本当なんか低いぞ。今のアンダーの出方を見ると。今の技術ってすごいよね。 1.5 リッターターボだよこれね。普通に2リッターぐらいの加速するんですけど、普通にいい加速するよ。音いいね。音いい音してるこれ。ここ濡れてると怖いんですけど、このコーナー2コーナー。アンダー。いやでも立派だよこれ。本当に 1.5 ターボでよく走る。すごく立派。タイヤが割と普通にしょぼいからすぐアンダー出るんだけど、いや大したもんだよ本当に。でもアメリカ仕様でマニュアルがあるっていうのが嬉しいよね。ノーマルでこれだけ走れれば上出来じゃない？ 1.5 リッターターボですごく安定してる。これはなんかちょっといじりがいがあるんじゃない？ベースとしては結構いいところからスタートしてるよね。いじるにしてはいじりがいがある車。
まあこの 1.5 リッターターボで少しブーストを上げたりね、コンピューターチューンしたりして、で足ももうちょいこうちょっと硬くしてあげればロールがちょっと大きいんで、だけど安定してんだよね。いやこれは大したもんだぞね。えメイドイン USA のシビック、ちょっと前のタイプ R とか言ってたけどね、スプーンのジョーちゃんはそれよりもちょっとこう柔らかいね、動くね。いやだけどよくできてる、しっとりしてる。これタイヤさえ良ければフロントの接地感もっと増えるよ。これタイヤがねオールシーズンタイヤだからちょっとしょぼいんだけどね、まあこういう路面だからしょうがないよね、濡れてるからさ。それでもこの旋回は大したもんだと思いますよ。これは全然立派でしょう。この路面はね、濡れてる路面でこのタイヤはアンダー出やすいから、そこで練習になるよ。フロントをどれだけ設置させられるちょんちょんっていうブレーキングね、ブレーキを残してコーナーに入ってフロントタイヤに接地面積を与えるかっていう練習にはなる。お疲れ様でした。いやこれはこれでさ、面白くないですかこれ。面白いっていうかさ、いじりがいがある、だからベースとしてはいいよ。いやそうボディしっかりしてるし、で結構パワーもグッと、これ何もしてないですよ、ノーマル。あ、ノーマル。そうじゃあブーストアップしてコンピューター変えればさ、もっとトルクも出るじゃん。出る。であと多分今タイヤ結構しょぼいで、だって久しぶりに1コーナーブレーキでスキール音聞きましたもんお鳴ってるって多分タイヤ変えてあげるだけで、結構グッとまた全然良くなると思うよ、タイヤがさ、もうこの路面だからしょうがないんだけど、アンダーが出ますよの手前で出るからまあオールシーズンタイヤだからしょうがないよね、まあタイヤ1回変えてみて、ああそれは面白い、で走ってみて、でじゃあ次タイヤが元気になったら次じゃあパワーどうしようかってなっていくと思うんで、ちょっとそれでねいきましょうよ。ジョーちゃんが言うちょっと前のタイプ R じゃないよこれ。ふわふわしてるもんまあこれは足やったら面白い、タイプ R というよりは SIR。 ああそんな感じ、そんな感じ。だからそんな感じで、ベースとしていじるには面白い、そうそんな感じなんね。さあ続きまして日本のハイブリッドシビック行ってみたいと思います。エコじゃない、スポーツモードで行きます。さあ日本のシビックハイブリッドです。アメリカンのよりなんかレスポンスがいいぞ。ハンドリングは立派立派、立派立派、なかなか立派だぞこれ。ちゃんとしてる。なんかレスポンスいいな。頭の入りもいいぞこれ。いやすごいすごいこれ。やっぱね、そのオールシーズンタイヤよりは全然グリップする、このタイヤの方がね、その日本仕様の方が。でこういう旋回にしても日本仕様のシビックの方が軽快だね。どっちもさいじりがいがありそうなベースなんだよね。楽しそうな雰囲気が満載だもんこれ、この新型シビックは。
立派立派。これ別にハイグリップタイヤ履いてるわけじゃないからね。そう考えたらこの路面でこの旋回は立派だと思うな。だからこのシビック、新型シビックは本当ちゃんと作ってるね。まあ、ちゃんと作ってるって失礼なんだけど、でも本当に出来がいいと思う。この路面で危なくないもん。乗りやすい。もう雨強くなってきて、アンダー出ましたみたいな。お疲れ様でした。こっちの方がさ、こっちの方が軽快だね。あとね、タイヤが多分すごくこれすごくいいんですよね。タイヤミシュラン、パイロットスポーツ。アンダーの出方は全然こっちの方がいいよね。だけどザーザーぶりになったら、一緒だよもうザーザーぶりになったらもう全然ドアンダー。いやだけどね、頭の動きだとか、車の軽快感は日本の方がある。ハッチの方がある。バランスと、あとこれ多分重量配分違うんですよね。ハイブリッドだから。そうか。バッテリー後ろに積んでる分、車のそのなんて言うんだろう、普通に車としてのパッケージでいうと、ただの FF のフロントヘビーよりも、四輪は均等に荷重はかかる。で、例えばターボの代わりにモーターだから、多分蹴り出しはこっちの方がでも向こうの方がパワーがある。1.5 ターボの方がパワー感はある。これはね、もわーっとしてて、エンジンに補助でモーターがついてるって感じ。でもこれなんかちょっと面白そうな要素持ってますね。いや、このベースがね、でベースがいいし、で僕実はこれやっぱ乗ったことあって、もしかしたらこれ将来、これをどんどんブラッシュアップして、ホンダのスポーツって出てくるのかなっていう、ちょっとそういう気持ちが変わるっていう。なんかだってハイブリッドがなんでこんな音変わるのっていうような。そりゃそう。ハイブリッドって別に効率だけ求めてた今までのハイブリッドって、別にギアが変わるみたいに音が変わったりとか、本当はなくていいはずなのに、本当はね。なのに気分いいじゃん。そう、気分良くなるんですよ。やっぱ人間車好きって音ブーンって言わなきゃダメなんだなっていう。そういういろんな要素が入ってきた、ハイブリッドも意外に面白いぞって思った。それで今回無理言ってこれを持ってきてもらったんです。いやでもこのね、車体がいい。このやっぱ11代目シビックって、とにかく車体はその前の方が良かったんですけど、さらに良くなってる。さらにいいよ。でね、こうフレームとか見ていくと、特にねこの辺りがね、違う。すっごいしっかり作り込まれてる。そのストラットトップにかけて、そのピラーのが入ってくるところ、そこのやっぱ板圧とかも相当上げてるし、ものすごい複雑に組み合わせて、やっぱり車の一番の根幹であるボディをさらに良くしていった。そういうやっぱりね、今時の車のさらに走りとかそういうことを意識してる作りっていうのはすごく感じますね。この前ホンダ E やったり、その電気モーターに関していろんな知識を身につけて、いずれ来るであろう、もうガソリン車が純ガソリンなくなった時にどんな面白いことできるかなっていう意味では、これ実はいいベースになるなっていう、そういうすごく期待が膨らむ一台ですよね。ハイブリッドは難しいじゃん。難しいですね。難しい。やっぱりモーターとそのエンジンのさ、そこのコンピューターのセットが。CRG やってえらい苦労しましたよ。本当難しい。あれは従来通り昔ながらの伝統工芸の手法が生きる。これが次の時代に
今から少しずついろんなこと勉強して、徐々に、変えていく。そうだね。どっちも大事で、ある意味貴重なこの世代かもしれないですよね。そのどっちにもスポーツの要素が見えてきてるっていう。それはある。F1 の技術、あと5年もすれば降りてくると思うんで。そうだね。じゃあもう一回タイヤ交換了解。行きましょう。はい。さあ続いてはスプーンの USA のシビックに対してタイヤを入れ替えました。 71RS 行ってみます。さあ何秒違うかね。1.5 ターボはやっぱパワーがある。足もシャキッとしてるな。パワーあるね、やっぱ 1.5 ターボはね。そのハイブリッドに比べたらこう伸びがある最後。全然グリップするわね。全然グリップする。マニュアル楽しい。マニュアル楽しい。いい感じ。タイヤもいいよ。やっぱ全然タイヤいいわ。グリップする。安心感あるね。 71RS はこの路面で抜群にいいわ。いい。このグリップはいいぞ。さすが 71RS だ。安心安心。全然安心。おー、いい感じだ。いい感じ。この路面でもさ、しっかりグリップするから狙ったとこに行けるんだよね。うわー、タイヤ変えただけでこんなに違うんだよね。改めて思うね。余計そのベースに履いてるタイヤがオールシーズンタイヤだからかもしれないんだけどね。もう値段がもう全然違うもんね。オールシーズンタイヤとこの RE71RS だと。だけど楽しさは倍どころじゃないね。3倍4倍楽しくなる。やっぱこう切ったら入ってくから、この路面でそりゃ楽しいよ。雨の日も安心。 RE71RS だとこの足だとちょっとこうロールが大きくなる。結構しっかりした足なんだけどね、しっかりしっとりしてるの。だけど 71RS 履くとちょっとこうロールが増える。やっぱグリップしてるからね。それはもうしょうがないんだけど、いやーだけど
タイヤは重要だね。まあ遊ぶ時はさ何でもいいよタイヤはね。その自分の腕を上げるとかさ、こうスキルを上げるとかっていう時は全然いいんだよ、そういうしょぼいタイヤで。いやだけど雨の日とかさ、タイム出したいとかさ、安心安全に飛ばしたいっていう時はこういうハイグリップタイヤがいいよね。いやもうさっきのとは段違いで安心、ほんと安心、全然安心。なんか急にブレーキ、急ブレーキかかったんだけど。あ、そうか。衝突だ。急ブレーキかかったよ今。いや、なんで急に止まったんだろう。俺がビビったっつうの。俺は急ブレーキかけていねえのにさ。いや、あれサイド引いたかなとか思って。サイドないっつうの。そうだ。全然速い。全然速い。全然速いし、安心感が半端ない。やっぱもうそのオールシーズンタイヤもそうなんだけど、あれはアンダーが出るのを殺す勉強ができる。お、それはそれでね、どうやってフットブレーキをかけてフロントのアンダーを消していくかな。これは何も考えずこの路面で切ったら狙ったラインに入ってくる。だから気持ちいいわけよ。すごいっすよね、最近のタイヤの。すごい。だから事故りたくない人とか、余余計な動きしたくない人はこういうハイグリップタイヤだよね。あとはこう雨の日、絶対ハイグリップタイヤの方が安心。いや、普通こんな濡れてたらビビるよ。全然ビビるよ。あ、で、あっていう。あが長いんだよ。ああ。ね。そう。あ。これはあが出る前にもう入ってる。入ってる。そう。そのぐらい違う。やっぱさ、高いだけのことはある。やっぱこう乗り換えるとさ、ハイブリッドとやっぱターボのがいいね。伸びがある。そのハイブリッドの方はもわーっとくる。ターボの方はポンともくるんだけど、その後伸びていくの。やっぱりそこからのググッとどんどん押してくれるの方が比較するとだよ。まあ将来を、まあ遠い将来を感じさせる車。まあこれはもう現在進行形でこれベースにしたらもういずれだってさ、これはもうガラパゴスになってくんだから。なりますね。2035年は。もう日本の宝のシビックが世界の宝になるんですよ。なる。だから世界の宝を僕らは守っていく。それはそう。それが我々の使命です。